それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはあなたの性的魅力、次お相手といつですかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。そして今回はエンターテインメント要素が強く出てきています。ですので性的魅力の内容は少し控えたいなっていう方や、エンターテインメント要素はちょっとという方は、今回はこの時点で画面を閉じてください。この先気になるなとか楽しく見ていきたいなっていう方向けのリーディングとなりますので、こちらご理解お願いいたします。はい、ではよろしくお願いします。で、今回は4択占いとなっていますので、カードをすでに出しています。まずこちらがお相手が感じるあなたの性的魅力。そして今回次いつですかということで、妄想でもリアルでも構いません。リアルに結びつくのがいつなのか、もしくはお相手があなたのことについてどんな妄想をするのかってことで、起承転結で出しています。この流れで見ていきますね。そして最後にこちらにあなたへの肯定メッセージやラッキーアイテムやラッキーカラーを出しています。これも見ていきましょう。今回はね、もうすでにカードを出してるということで、まずはお相手が感じるあなたの性的魅力です。今回タロットカードすべて正位置で見ていきますね。まずはグリーンのカード、そしてちょっとカードを一度下げながらね、場所取っていきましょう。そしてその他にオラクルカードとかもいろいろ出してるんですね。この性的魅力っていうところで、今回私が感じたのは、まずあなたが今お疲れなんじゃないかなっていうのをお相手が心配してるんですね。お仕事が忙しかったんじゃないかなとか、仕事でストレスを抱えてるんじゃないかなっていうのが出てるんです。これマーケティングを表すカードで、そうですね、お仕事だけではなくて、会社だけではなくて、あなたが自分で自分のリサーチをかけていたりとかっていうところも関係してくるかなと思います。自分について考えていて落ち込んでいたりとか、そうですね、あとは性的魅力について自信がない、いろいろと努力したんだけどうまくいかないとか、あとはお相手とのことに対しても、お相手と結びついていくためにってところで自分の体に不安があるとか、そういうことも出てきています。で、その一番はお相手は今あなたに休んでほしいなっていうふうに思ってるんですね。あなたがリラックスできるような場所を提供したいとか、マッサージする、そしてそれがコミュニケーションとしてやっていきたいっていうこと、疲れを癒すこととマッサージすること、それが今あなたにしてあげたいことだって。で、マッサージを通して実はそこに下心っていうのもあるんだけど、でも今その下心を抑えてでもあなたに癒しを与えてあげたいとか、ゆっくり休んでほしい、疲れた体、心身を癒してほしいってことが強く出てきているんですね。どうでしょう、今あなたの中で疲れていませんかっていうのがカードからのメッセージで入ってきています。そして今の状態ではなくて、あなたそのものの性的魅力としてお相手はいろんなこと感じてくれています。例えばあなたが髪っていうのが一番入ってくるので、髪の毛が長い短い関係なく髪のお手入れちゃんとされていたりとか、メンテナンスちゃんとしていたりとか、あとはあなたの髪質だったり揺れ動く髪の毛とかですね、その動きがすごく気になるなとか、その髪から香ってくる香りっていうところもときめいてるよっていうのが出てきています。そしてその他にもあなたの上品な仕草、高級感のある佇まい、持ち物とかもそうかもしれません。お洋服とか持ち物でもあなたからにじみ出てくる高級感っていうのを感じています。品がある、花があるってところですね。上品な花を持っているっていうことですね。そしてお相手はすでにあなたとのことを妄想しています。あなたと一夜を共にしたら、あなたはどんな声を出すんだろうっていう声っていうところも気になっています。普段からあなたの声を聞いていて、その声から妄想に発展していたりとか、または夜営みの時にあなたはどんな発声をするのかなとか、どんな声を出すのかなとかね、そういうところをすごく見ていますし、あなたの声の出し方っていうところにも魅力を感じていると思います。そうですね、髪の毛をかき上げる仕草だったりとか、髪の毛をまとめる仕草もそうですし、そうですね、その他にもあなたの鎖骨のあたり
肩のあたりや胸のあたりっていうのもドキドキするよっていう風に出てきています。そして目線もそうですね。あなたと目が合っていないところでお相手はあなたのことを追いかけている可能性があります。ただし今とてもお疲れなのかなっていうのが出てきているので、困ってることがあるとか悩んでることがあるっていう風にまずお相手が今見えているよっていうところで、そこを癒してあげたいとか心配しているとかね、あなたの心の声を聞きたいなっていうところも出てきています。何かそのお相手の中でいつものあなたとは違うなっていう風に今感じているんだよっていうところが出てるんですね。それを自分は無視できないっていう風に思っています。心配と同時に手助けしてあげたいっていうことも出てきています。あなたの内から溢れ出てくる魅力と本音っていうところ、どちらも今欲しいなっていうところが出てきていますよ。本当はあなたは人知れず陰で努力する方なんじゃないかなと思うんですね。今の上品な美しさがある、保てているのは自分に磨きをかけているからだし、そこには労力や時間とかお金もかけているかもしれません。ね、美しくいるためにいろんなケアをされていると思います。それがちゃんと現れている。だけどそこに陰ならぬ努力があるんだってことをお相手は感じているし、見た目だけじゃなくてあなたの内面が外見に出てきているし、それが仕事への姿勢とか生活の一面として現れている、仕草に現れているので、そういうところからもあなたの色気っていうところを感じているよっていうふうに出てきています。はい、ということでこれがお相手があなたに感じる性的魅力です。将来のこととかこの先のこととかっていうのも妄想していますので、あなたが自分自身をリサーチしているのと同じようにお相手もあなたのことを深く知ろうと思っていろいろと見ていると思いますよ。はい、いろんな細かいところまで目が行き届いているなっていうのを感じます。はい、今でも解放させてあげたいとかね、何かとらわれていることからあなたを脱出させてあげたいとか救ってあげたいとか、そういうところも出てきています。人一倍繊細さんなのかなというふうにも感じますね、あなたが。はい、どうでしょうか、今の状態。いろんなことで悩んでいるかもしれないんだけども、それから救ってあげたいとか、もしそこに自分が携わっているのであれば自分の力であなたを救ってあげたいっていうところが出てきています。では次、妄想でもリアルでも OK。 次、いつちぎれますかっていうところで起承転結で見ていきます。まずは始まりのシチュエーションです。始まりのシチュエーションとしてデビルのカードとカップのエースが入ってきています。そうですね、これね、始まりっていうのはもうお互い、貪っていくように自然と結びついて、もう一気にスピードよく展開していくんじゃないかなっていう始まりが出てきています。ここにシチュエーション、場所とかを少し足していこうかなと思います。ワードになるような場所に関係するようなワードを出していきましょう。溜め込んできたものが一気に溢れ出るようなお気持ち的にはね、お互いそういう風になるんだっていう風に出てきています。鳥のカードが入ってきました。コミュニケーションのカードです。2人の関係性がすごく順調な時で、仲良しだしおしゃべりが弾んでいたりとか、実際に会ってお話ししている時かもしれません。2人が触れ合っている時、お話ししている時に気持ちが溢れてきて、体の結びつきを求め合う、お互いが求め合うようなところになっていくんじゃないかなと思います。2人で作り上げていくんだっていう、気持ちがまずあるっていうのがここ前提で入っているので、気持ちがあってこそのつながりだっていう感じで、もともとだからお互い今恋愛が始まる手前だったりとか、もうすでにお互い好きだっていうお気持ちが出てきたりとかっていうのもあるんじゃないかなって、そのような関係性なんじゃないかなっていうのもあります。はい、仲が深まっていけば始まりのきっかけとしてお互いのこのね、お互いが結ばれていきたいっていう欲望ですよねのままに進んでいく、気持ちが溢れていく、始まっていくよって、ここからがスタートです。では次、序盤ですね。どんな展開を迎えていくのか、始まりとまず、戦の序盤っていうところで見ていくんですけど、これ、ワールドのカードが入っています。
まずもうすでに2人がこうやってシチュエーション作りした時点で、その次ですね、世界がもう完成されてるっていう風に出てくるんですね。だからその2人が体を結びつく、契約しようって思った瞬間に、もうここで2人は達成してる、気持ち的にも高揚しているし、もう体的な面でも2人は重なり合ってるよってことが出てきています。そしてこのカップの10ね、これね、すごく調和を表すカードで、とっても満たされてるんだってことがこの2枚から伝わってくるんですけど、このカップの10ってなんかオリンピックの競技してる人みたいじゃないですか。なんかこういうなんかペアの競技ありますよね。なんか何の技ですかみたいな、何の合体技なんですかみたいなところを繰り出してるんですよ。この合体がすごく素晴らしくて満たされてるってことがここで言われてるので、まだ合体してないよねっていう段階でもうすでに満たされてるんです、お互いが。そしてなんか新しい技を獲得して金メダルを取ったかのような栄光に包まれているので、何か新しい技を生み出したりとか、もうすでにね新しいことにチャレンジしてものすごい体勢ですよね。だからこんな体勢いっちゃうんだっていうようなことがあるかもしれないですね。次あって、それがでも楽しいとか幸せとか満たされてるって、2人で作り上げているこれってすごく素敵だよねってところに行くんですよ。だからすごい序盤から飛ばしてますねっていうのが入ってきてるんですね。で次これが、ピークを迎えている時、最高潮の時の2人の様子なんですけど、見ていきましょう。カップの3番とカップの5番出ています。カップの3番っていうのはみんなでお祝いとか祝福とかを表しているカードなので、これはねでもね分かりますよね。共感し合ったりとか楽しい時間を過ごせるねってことが出てきているから、最高潮の時にはもうすごく楽しいとかね、もういっぱい、もう手がいっぱいあって3つあって、カップを持って乾杯しているカード、お祝いしたい、最高潮でお祝い。でもカップの5番も入ってるので、一方で何かを失う気持ちにもなるよっていうことが出てきてるんです。はい、なので満たされてお祝いする気持ちの一方で、少しずつ失っていく何かっていうことですね。だから徐々に終わりを迎えていくにあたって、もうすぐ終わっちゃうのねみたいな、この人魚姫の泡になる手前みたいなね、もうすぐ終わりが来てる、もう体が持たないかもしれないとか、これ以上持続性がないかもしれない、もうまさにピークで、ピークが過ぎた後の今この瞬間を味わっているよって、嬉しい気持ちの反面、もう少しつながっていたかったなって、もう少し失いたくなくてってね、この気持ちを共有し合っていきたいなっていう、どちらもあるっていうのが出てきていますね。はい、では次ここね、その結末のところを見ていくんですね。ここです。最高潮を迎えた後どうなっていくのかっていうのを見ていきます。お相手どういう風に接してくれるのかなっていうのを見ていくと、これどちらもキングのカードが入ってるんですね。ここ最後はお相手に主導権が全て移っていきます。カップのキング、いろんなプレイしましたね。2人がつながれる、愛を感じられるような大きなことやりましたね、やり遂げましたね。そして僕はあなたのことを包み込みますよっていう風に大きく見てくれています。で一方でこちらね、ワンドのキングさんも入っていますから、やっぱりね、まだまだ次あるんじゃないみたいな感じで、まだやれるよみたいなことも言ってるんです。そしてこれなんかね、こう一点集中みたいな感じでドーンって降りてきてるような感じもするので、ここね、あなたを射止めたっていう風に思いながら、でもまだ自分はやれるんだよってことを強くアピールしてくれてるので、もしかしたらこれね、続きがあるかもしれませんね、次回は。はい、まだね、活力みなぎってますよって、まだまだ次やっていけます、まだ強くなれますよってことをアピールしてくれてるので、ただ優しく包み込んでくれるだけじゃなくて、すぐ次っていう風な可能性も高いんじゃないかなと思います。高みをどんどん目指していくカードだから、終わりを知らないんですよね。だからね、最初ピークの時はもうすぐ終わっちゃうのかなっていうちょっとした不安、心配とか失いたくないなっていう気持ちもある。だから
復活して、じゃあ次もお願いしますみたいな、あともうおかわりお願いしますっていうところもあるのかなっていう風に出てきていました。これがね、次回の2人の結びつき、もしくはお相手の次の妄想でね、あなたとどんな展開を妄想してるのかなって言ったら、こんな流れだよっていうのが出てきていました。始まりがすでに2人の気持ちから始まっていて、でそして今まで2人つながっていきたかったんだよねっていうお互いの欲望を見せ合うんですよね。素直にここは出していくんじゃないかなと思うんです。素肌を見せていくことだったりとか、2人がつながっていくことによって見えてくる顔とか声とか仕草っていうところもお互いさらけ出していく。ここにね、喜びをお互い見出すんだっていう始まりが出てきていますね。お話ししてるところもあるから、唇から始まる物語が出てきてるのかもしれませんね。でももう初っ端から飛ばしているこの合体技が出てきているので、かなり序盤から大きな技が繰り広げられていくんじゃないかなっていうのが出てきています。ではここね、お相手とのどんなつながりになるのかっていうところを見ていったので、あなたへのアドバイスとラッキーカラーやラッキーアイテムをこのカードたちからもらっていきます。はい、では見ていきましょう。ミラーのカード、そしてブラック、そうですね、ちょっとね、これを起承転結で見ていくので、ここにカラーを置いていきますね。これがアドバイスです。はい、そして山のカード、スイートハート、ペンタクル6番とカップのページ3です。はい、いいですね。ときめきを大切にしてくださいねってことがまず言われていて、ちょっと見づらくなっちゃってごめんなさい。はいね。そしてスイートハートっていうのがとってもいいカードで、これは愛する人やあなた自身のことを表しているんです。これはお相手から見たら、あなたはとっても愛しい人なんだよってことを教えてきてくれてる。そしてこのカップのページと同じように、これは恋の始まりを教えてくれているカードです。だから今まさにあなたとお相手の恋愛が始まっていくのかもしれません。可能性がすごくありますね。これから2人が進展するタイミングがやってきてるってことを教えてきてくれてると思います。今まで育んできた関係性だったり、今浅い関係性でもこれから深い関係性になっていくから、今あなたの胸のときめき、お気持ちっていうのを大切にしてください。そして今あなたにお知らせが届くでしょうっていうのが入ってきてるんですね。それはお相手からのお誘いかもしれない。何かチャンスをつかめるのかもしれない。しっかりとキャッチしてっていう風に言われています。これはメッセージとしてお受け取りください。そしてこれもね、分け与える、与えられるっていうお互いの関係性を表しているカードです。気持ちの交換だったり、あなたが愛情を注げばお相手も愛情を返してくれる。これがとてもいい感じで出てくるので、これちゃんとしっかりとやっぱり受け取って、あなたもしっかりと伝えていく、お返事していくとか返していくっていうこのラリーの仕方っていうのを感じてねってことが言われています。あとは山のカードも出ています。あなたの中で自分に自信がある場所、そしてこれはね、立体的に高いとか大きいものがいいですね。あなたの中でそのワードに対して、自分はこのパーツがそうなんじゃないかなって思うこの膨らみの部分っていうのを磨き上げてくださいっていう風に入っています。それがあなたの持ち味です。これからそこが生かされる時がやってきます。なのでそのあなたの大きさ、膨らみっていうところを、今ここ成長させていってくださいねっていう風に出てきていました。いいですね。自分の目標を持って取り組んでいくこと、ボディメイクでもいいし、その体だけじゃなくて気持ちでもいいと思います。自分に自信を持っていくこととか、今の現状でお相手があなたのことを心配している、体調とかストレスかかってるんじゃないかなって心配していたので、もし心当たりのある方っていうのは、自分をしっかりと癒す時間を持つことだったりとか、
今自分が手放していけることっていうのをしっかりと見つめていくことっていうのもアドバイスとして入っていました。自分の今のお顔見てくださいって、表情を見てください、どうなっていますか、明るいですかって、それとも今暗くて落ち込んでいませんでしたか、そういうあなたの表情っていうのを毎日チェックしてください。ラッキーアイテムはここにもある通り鏡ですね。この絵柄的には水面を見ているので水もいいかもしれません。ただし毎日鏡で自分の顔をチェックすることだったりとか、小さい手鏡を持ち歩くこともいいでしょう。常に自分の顔を照らし合わせて、そこにあなたの心の叫びとか、心の声っていうのが乗っていると思います。はい、自分の顔を明るくしていきましょうっていうことも出てきています。おのずと心が癒されて明るくなってくると、それが表情に現れてくるので、これもねいいですね。まずは心からっていうところですね。ラッキーカラーはブラック、黒です。そしてラッキーナンバーは28番です。28日とか28日後、約1ヶ月後のあたりのお誘いっていう可能性が高いかなというふうに出てきています。そして鏡の他にラッキーアイテムとしては木のモチーフです。あとはシルエット、絵柄ですね。シルエットの絵柄、モノクロだったりとか、木に限らずに何かシルエットのある待ち受け画面とかにするといいかもしれません。ここに山のカードもあるので、木や山、森とか自然っていう写真もいいかもしれませんね。そしてその他にラッキーフード、食べ物としてはハムや魚肉です。そしてあなたのバストラインっていうのを整えていきましょう。こういうメッセージも入ってきていました。一番のメッセージはここですよね。恋の始まり、ときめきを感じてください。これを大切にしてくださいっていうアドバイスですね。お知らせがやってきます。甘い嬉しいお知らせです。なのでそれを受け取ったら、あなたもそれを与えていく、お相手と交換し合うってことを楽しんでくださいねっていうことでした。はい、ではこれはそうですね、お選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。これはあなたの内面、そしてお気持ちに耳を傾けてください。そうすることでそこにヒントが眠っていたり、自分がどんな風にしたら魅力が開花していくのかってところが分かるようになってきます。そしてお相手と結びつきがもし今後あった場合に、この次回のちぎりの時にこの新しい新技お披露目の時がやってくると思うので、この栄光の新技の時にあなたの眠っていた才能が開花するとか、眠っていた魅力が花開く時がやってくるので、その花を慈しんで楽しんでくださいねっていうメッセージでした。今回はお相手があなたに感じる性的魅力、そして妄想かリアルか、それはそのお相手次第ってところもあるんですけど、次いつですかっていうところで番号としては28っていうのが出てきていました。そしてこのラッキーカラーっていうのはあなたの内なる衣の色なので、もうこの日が勝負だっていう時は黒を身につけてみてください。でもちょっとね、内なる衣の色はちょっとっていう方は、ご自身の服装だったり小物だったりに黒を取り入れていくのもいいと思います。この黒っていうのは古いものを解放して新しいものを取り入れるという意味のあるカードです。今あなたの中でもうすでに不要になったお気持ちとかこだわりだったりとか、しばらく考えていなかったもの、または身の回りの整理することっていうのもおすすめです。実はあなたの中にはもうね、それ今必要ないよってお相手が言ってくれるようなこと、自分に自信がないとか、こういうところどうなんだろう、こんな見た目はどうなんだろうって、そういうあなたが思っていたこととか、あとは疲れですよね。日々の疲れっていうところを癒して押し出していくと、新しい風、新しい始まりってところが舞い込んでくるので、この新しい甘いお知らせを受け取る余裕を持っていきましょうっていうのもアドバイスとして入っていました。お受け取りください。そして以前アンケート取らせていただいて、性的魅力のことについてはエンタメ要素強めでお願いしますっていう風に言われたんですけど、今回いかがだったでしょうか。お相手があなたに感じる性的魅力について見ていきました。
はい、だから楽しみですね。新技お披露目の時を楽しみにして待ちましょう。これからも様々なリーディング動画を投稿していきます。よろしかったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録、または SNS などに共有などぜひしていただけるとすっごく嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手があなたに感じる性的魅力と、次はいつですかというのをテーマに見ていきます。これは妄想でもリアルでも構いません。お相手の妄想の世界かもしれないし、実際に起こるかもしれないということでお楽しみいただけたらなと思います。今回はテーマとしては性的魅力、奥深いところまで潜ってみていきます。少しこの内容が苦手だなとか、あとは今回はエンターテインメント要素強めになっていきますので、そっち方向はちょっとっていう方はこの時点で画面を閉じても構いません。この先気になるよ、楽しく見ていきたいなっていう方向けのリーディングとなりますので、こちらもご自由にご覧になってください。では進めていきましょう。で、今回すでにカードを出してあります。こちらがお相手があなたに感じる性的魅力、そして次っていうことでまだこれからだよっていう方もいるかもしれないし、次があるよっていう方もいるかもしれないんですけど、それぞれ当てはめて起承転結で物語をここで出しています。始まりから流れ終わりっていうところ、そしてこれが最後あなたへ向けてのアドバイスだったりメッセージだったり、ラッキーアイテムとラッキーカラーも出しています。では見ていきましょう。早速、お相手が感じるあなたの性的魅力というところで、まずここですね。赤褐色色、オバーンの色で、そのオラクルカードとかいろいろと、出していってるので、一回分かりやすくカードを寄せて並べていきますね。で、こうやって見ていくと、まずパーツ的に出てくるのがあなたの足っていうのが出てくるんですね。これは性別問わず、足腰しっかりしてるとか、筋肉質でがっしりと地に足がついているとか、あと曲線美、足の美しさ、ラインの美しさっていうのも入ってくるので、あとは足が長い方だったりとか、足のラインが綺麗とか、よく足出してるよとか、パンツスタイルですっていう方でも、その足のライン、お尻のラインとかっていうのも綺麗に見えているんじゃないかなって、お相手目線でそこにグッと惹かれてるっていうのが出てきます。はい、これはもう完全に足ですよ。足を開いていきたいっていうのが出てきています。足元とかじゃなくて、太ももとかふくらはぎとかのそのラインですね。そこがすごく気になってる、ドキドキするよっていうのが出てきています。そしてここレノルマンカード2枚出したんですけど、あなたとお相手のカードが出てきたんですよ。これそのお相手と今両思いですとか、両片思いですとか、交際していますっていう関係性の方多いのかなと思いました。しかもお相手があなたを追いかけている方なんじゃないかなって、愛されているんじゃないかなっていう風に感じています。不思議なご縁を感じるとかお互い思っているかもしれません。一緒にいて落ち着くとか安心感があるっていうのもそうだし、でもこれその旅を表すカードも入っています。一部の方では遠距離だったり、距離が離れていたりとか、そのデートするにも1時間2時間とか距離があって移動して会うとかそういうのもちょっとだけ見えています。もしくはお相手が移動しているようなイメージ、あちこちに動き回るようなお仕事だったりとか、でもそれでもあなたを追いかけていますよって、あなたを見ていますよっていうのが出ている。そしてあなたはもしかしたらお相手の行為に気がついていないっていう場合もあるんです。両片思いなんだけど、お相手がまさか私のことをとかって今現在思ってるかもしれない。そしてもう一つ考えられるのが、お相手とそれなりに仲を深めている状態で時々喧嘩しちゃったりとか、交際している方でも、なんかお互いの意見が食い違ったり、っていうことも中にはあったのかなっていうのがちょっとだけ見えています。より良い関係性にしていきたいってお互い思ってるからこそのぶつかり合いだったりとか、
話し合いだったりとか改善点とか、そういう見直しを何回かかけていた方もいるのかなというふうにも感じます。どちらかかなというふうに感じました。そしてお相手は、あなたがお相手のねことを気遣ってくれるところが好きだったりとか、お相手のかゆいところに手が届く人なんですよ。共感性が高いので、今お相手が辛いなと思っている時にそばにいてくれたり、自然とね寄り添ってくれたりとか、あとはお相手が見ていないところでもあなたがお相手のことを考えてくれていたり、思ってくれていたりとか、そういうねところもしっかりと受け止めているよとか感じ取っているよってことも教えてきてくれてるんです。はい、ということで、パーツ的には客船美っていうところで出てきています。そしてあなたはやっぱりおしゃれなんですよね。どの色が自分に合うのかとか、自分の個性っていうものもしっかりと自分自身受け止めているし、それを生かしているんですね。その魅力がしっかりとお相手に届いています。十分ね魅力的だよってことも教えてきてくれてるんですね。お相手と会う時って気合い入れたりしますよね。デートする時、それもしっかりと届いているよって、あなたが自分のために綺麗にしてくれてるんだな、おめかししてくれてるんだな、おしゃれしてくれてるんだなってこともしっかりと伝わっているよっていうのが出てきています。はい、とっても自分に手を抜かない、自分磨きをしっかりとされているところっていうのもすごくいいなって思ってますね。そしてこちらのカードも出てきています。守るカードですね。守りのカードです。あなたは守られているよってことも言われてるのね。で、何に守られているのかなっていうのもちょっとだけ気になるので、ここね少しカードを足していこうかなと思います。だからその2人が不思議なご縁で巡り合っていたりとか、すれ違いがあるかもしれないけど、それでもやっぱり惹かれちゃうとか、磁石がくっつくかのように離れたりくっついたりとか、急接近したりとか、タイミングが合わないことがあったりしても、でも偶然ばったり出会うこともあるしみたいな、不思議なご縁を感じるとかね、そんな風に感じ合ってるんじゃないかなっていうのが出てきています。カップの6番、すごく素敵ロマンチックなカードが出てる。何に守られてるのかなって、お相手だって、お相手があなたを守ってくれてるっていう風に出てきてる。サプライズしてますよね、この人。お相手後ろから目隠しして花束持ってるんです、素敵な関係。何か困ったことがあってもお互い助け合っているんじゃないかな。あなたもお相手のかゆいところに手が届くような存在だし、何かあってもお相手があなたをいつも守ってる。2人は不思議なご縁でつながっているっていう風に出てきていました。はい、ということで、これがお相手があなたに感じる性的魅力っていうところなんですけど、唇のあたりとかもね素敵だなって思ってるでしょう。一番はでもね、足ですよ。足の美しさっていうところが入ってきています。このカード2枚出てきてるから、2人が相思相愛の可能性が高い。たとえ障害があったりとか、今例えばねちょっと喧嘩しちゃってとかっていう方でも、またくっついたりとか、自然と惹かれ合ったりとかっていうような仲なんじゃないかなと思います。では起承転結見ていきましょう。次いつですか。はい、これは実際に起こることかもしれないし、お相手の妄想の中で次あなたと交わるのはいつなのってことかもしれません。お好きなようにご覧になっていただけたらなと思います。まず木の場面ですね。どんな始まりなのかっていうところで、ハーミットとカップの3番、これシチュエーション的にまず場所としてね、飲み会っていうのが入ってきます。お食事とか2人でデートしたりとか、2人じゃないかもしれない、お友達を交えて、例えば今の時期だったら忘年会だったりとか、一つ仕事の納期が終わって打ち上げをするとか、そういうタイミングでっていうシチュエーションが入ってきました。お祝い事するっていうのが入ってきています。詳しく場所を見ていきましょう。手紙のカード入ってきます。ということは、招待を受けたりとかお誘いを受ける可能性があります。そして自分が行ったことない場所へ足を運ぶとか、そういうこともありますね。あと親しく行ってなかった場所とかに呼ばれるとかですね。その飲み会でも初めて行くお店だったりとか、初めて会うメンツだったりとか、久しぶりに会う人、
結婚式の招待状を受けるとか、そういう可能性もあります。でもお手紙だけが全てじゃないので、メールで招集かけられるとかね、オンラインで集まるのかもしれません。そのお誘いを受けるっていうシチュエーションが入ってきます。そうですね。でもそのグループだけじゃなくて、お相手と2人でデートする、お誘いを受けるっていう可能性もあります、ね。お相手も妄想の中ではあなたに誘いたいとか、誘ってほしいとか、そういうデートのシチュエーションから始まるみたいですね。ハーミットのカードが入っています。ちょっと暗いカードが入ってますよね。色味的にね、暗いカードが入ってるので、その何か見つけたいものがあるとか、お祝いしたい気持ち、一方でこっちちょっと色味的にね暗いんですよ。明るさと暗さがあるので、これねちょっと気になるかなっていうところもあるんだけど、どちらかが、その落ち込んでいたりとか、疲れていたりとかで、その時にパーッとやろうよっていう、明るくなっていこうよっていう、どちらかがね支えてくれるっていうような始まりなのかな。でもこれ2人が結びついていくシチュエーションで出してるから、こう一人ぼっちでいるところにこういう風に駆け寄ってきてくれて、ここから始まっていくとかね、恋物語というか、ちぎり物語が始まっていくんじゃないかなっていうのが出てきています。初めは一人なの。でもこれはどっちが一人なんだろうっていうのもあるし、どっちかが一人でそれでお誘いしてくれて、ちょっとご飯食べに行かないとか、大丈夫とか、最近疲れてたよねとか声かけてもらうのか、お相手がするのかして、2人でなんかこうお祝いしようかとか、ちょっと飲みに行こうかとか、そういうねお知らせがやってくるようなところから始まっていくんだっていうのが出てきている。もう少しここね足したいんですよ。何かを足したいっていうのがあるので、タロットで出していきます。もうちょっとそのお相手のお気持ちというかね、その肌を重ねていく手前の段階でもうちょっと深くね見たい。どんな風に肌を重ねていく手前ですよ。どんな風に触れ合っていくのかってところでもうちょっと見ていきましょう。はい、ソードのエース、君のところへやってきたよみたいなね、この花を持って一輪持ってきて、君のところへやってきたよみたいなのが見えてきています。何か差し出してくれる、しかもとっておきのものだったり嬉しいものだったり、それはあなたにとってのイエスだと思います、言葉的にはイエスとかっていうことですね。グッドイエスみたいなようなことを言動として表してくれるっていうのが出てます。しかもはっきりと表すよっていう風に出てくるので、はっきりと持ってくるとか、はっきり一輪のバラを持ってくる、この咲き誇る何かを上に持ち上げてやってくるとかね、そういうことも出てくる。ちゃんとね体とか言動とかに表すよってことが言われているので、こうね込み上げてくるものがちゃんと現れてくるだろうって、落ち込んでいたものも元気になってくるだろうっていうのが出てきていますね。それは2人で乾杯するからだよっていうシチュエーションが出てきています。ではここですね、まず展開序盤です。始まりとこれ序盤、どんな序盤を迎えるのかっていうことで、これはオリジナルのタロットカードです。そう、22番というか番号がついてないのか。でインフィニティマークがついてる、永遠にとはにっていうことです。不変、変わらないものっていうことでね、ずっと永遠にいましょう、変わらずにっていうことと、でもこれねちょっと逆の意味を持つムーンのカードなんです。満ち欠けしたりとか、少し揺れたりとかね、そういうところも入ってる。変わっていくっていう変化を表す、変化というか満ち欠けかなっていうのを表す月のカードと、変わらなくいようよとかね、ここはつながっていたいっていう、一つになりたいっていうねカードが2枚入ってるっていうことは、序盤かなりここ大きなことを言ってるんですよね。まず出だし始まって、もうこの序盤が勝負みたいなことをお相手の中では思ってるかもしれないですね。いかに2人が交わっていくことが2人にとって大事なことなのかとか、次回ですよ、大事なことなのかとか、ここで勝負が決まるっていうふうに思ってるかも。あなたを満足させてあげられるのかとか、そういうこともそうだし、ここで全て何かが決まるってことを言ってるんですよね。
これも気になりますよね。気になるんですけど、次行きましょう。次最後まで行って、もし謎めいていたら出していきましょう。これは2人が最高潮を迎える時です。ピークの時のお二人の様子、助教皇のカードとソードの10が入っています。これ何かね、この苦しみから抜け出していくっていうカードなんですけど、でもこれね、ちぎりで見る場合、あなたが主導権を握る可能性があるっていう風に出てくる。次次そうね、あなたを満足させてあげられるかどうかっていうことに、やっぱりお相手すごく頭とか意識とかが向いているみたい。自分の技であなたを満足させてあげられるかどうか、自分の気持ちで満たしてあげられるかどうかっていうところにいる。もしかしたらね、あなたが主導権を握って流れていくような展開になるかもしれないですね。ただし、いかに満たしてあげられるかどうかっていうところを考えているよってところです。で、これは終わりですね。ピークを迎えた後どうなっていくのかっていうと、カップのナイト、コインの6番、分け与える愛情だったり無償の愛っていうところも出てくる。いろんなものがピークに達した後っていうのは、もう精神的に落ち着いている、もう素敵なタイムになっているんじゃないかなっていうのが出てきています。ここいいですね。調和が取れていると思うので、お互いの絆が深まったりとか、バランスが整ったりとか、この最中ってね、結構変化してるんですよ。荒れ狂う波というか、激アツみたいなね、激変っていうね、激動の流れがあるんです。激しかったりとか、なんかね、荒波なんですよ。波がすごく立っているので、いろんな興奮高揚する気持ちが出てきたりとか、アップダウンがあったりとか、いろんなね、体勢変わったりとかあるかもしれない。いろいろ激しく流れてきた中で、行き着く先っていうのは穏やかな流れ、静かな平穏、平和な時間。ここでなんか色味も違うでしょう。黒っぽい色味からなんか明るい感じになりましたよね。なのでここで終わった後にようやくなんかほっとくつろいだりとか、穏やかな時間を過ごせたりとか、ここでいいなーって、よかったねとか、愛してるよみたいな気持ちがお相手の口から出てくるのかもしれません。ここで愛を伝え合うような時間帯を設けるのかなって、終わりはすごくロマンチックっていう感じで入ってきます。ここね、この序盤最高潮のこの最中なんですけど、真っ黒のイメージのカードが強いんですよね。どうかなっていう感じで、でもあなたの主導権っていう感じが強く入ってくるんですね。もう少し深掘りしましょう。この最中はね、変わらないものと変わるものと、激動していくもの、激変していくものと、そしてあなたが主導権を握っていくプラスお相手がどうかなってところで、まずどんな展開になるのかってことで、展開についてカードをもらった後に、お相手のお気持ちはどうなのかなっていうことね、こことここでもらっていきます。まずね、どんな流れになるのかっていう深掘りっていうところで、ペンタクル3番、ワンドの4番、いいですね。お相手があなたに捧げますよって。だからやっぱり決めるのはあなたなんですよね。どんな内容にしていくのかとか、多分お相手なんかね、自分を捧げる的な感じなので、あなたの願い望み通りに行きますよ、あなたのプランで行きますよっていうね、理想を叶えますっていう、自分がリードしていくというよりは、あなたのオーダーを受けたまわりますよっていう感じでしょうかね。ここはあなたと話し合って決めていきたいんだけど、でもあなたが中心になって、こういうプランどうですかってことを提案してくれたら捧げますよっていう風に出てきている。あとは一生懸命捧げるので満足してくれたら嬉しいなっていうところもあるんじゃないかなと思います。あなた中心かなと。ではお相手のお気持ち、ソードの3番、なんかね、気持ちのところを見ていくと、どうしたのっていうところが出てくるので、これなんだろうね、これちょっとね、違うところからもらっていこうかなと思います。どうしたのかなっていうところで、
どっちかなんですよね。心配に思っていることがあるとか、この最中にこう気にしていることがある、不安点があるのか、あともう一つは違う意味。なるほど。変わらないものです。これも変わらないものっていうのが強く出てくるんです。不変、変わらないものだから、変わるとそれが不安になっちゃうんですって。変わるって何がっていう感じしますよね。何がっていう、それは何が変わっちゃいけないのっていうところで、お相手の中で何が変わったら嫌なのってところを見ていきましょう。守っていきたいものがあるとか、変わってほしくないことがあるって言ってるんです。それは何だろうっていう、自分が不安になりたくないのかな。ライダー1番、これはね嬉しいカードなんですよ。めちゃくちゃハッピーなカードなんだけど、でもスピード感のあるカード、速いんですよ。速いってことを気にしてるのかな。速いんだけど、自分の願いが達成するのが速い、到達するのが速いってことを言ってるので、駆け足になっちゃう自分にこうちょっとね不安点があるのかもしれないけど、変わらずいたい。なるほど。あまりね速くない自分が、持ちがいい自分を望んでるのかな。変わってほしくない、それを解決したいんですって。早く行き過ぎることないような解決策を探しています。それがなんとかなるといいなと思っています。そして日々それをあなたと積み重ねていきたいっていうことだから、総合して言うのであれば、たまにじゃなくて、できれば回数多くとか、肌を重ねる回数が多かったらいいなとか、スパンが短かったらいいなって思ってるし、それに応えられるだけの自分の、バイタリティというか体力があればいいなとか、早すぎることがすごくいいことなんだけど、でも今回はそのお相手の気にしているところとかで見ていくと、自分が変わっちゃうというか、これね伝えるのがすごく難しいんですよ。お相手がこの最中にね、途中で自分の方が先にゴールまで到達しちゃうことっていうのを気にしていたりとか、もっと持続性が欲しかったりとか、馬のようにたくましくずっと走り続けていたい、これ変わらずにねいたいことって普遍のカードが2枚入ってきました。だからこの最中に自分が果てていってしまうことっていうのを結構気にしてるんですね。あなたよりも先にそうなっちゃうことっていうのを気にしていたりとか、もっと数多くできればいいのになとか、それはあなたが主導権を握っているから、もうあなたの望みの通りにやっていきたいんだけどね、それは自分が体力持つかなとかね、その回数やっていけるかなとか、なんとかこれをうまくね乗り切っていける、解決できる策だったりとかアイテムがあればいいなっていうふうに思っているところがある。ちょっとこれ心の傷的なところであるので、このお相手もともとそういうところを自分自身の悩みの種として持っているかもしれない。だからあなたに主導権を任せたいってところもあるのかもしれない。そして変わらないものといえば、2人の愛情とかもそうなんだと思うし、気持ちあってこそなんだけど、でも自分のこの赤いバラをね捧げるのはあなたであって、それを受け取ってくれるのはあなたであって、その関係性が変わらないことっていうのはもちろんなんだけど、この最中のことで普遍っていうのが入ってくるのでね、そこは自分が先に果ててしまうのを気にしているのかもしれない。でも終わってしまえばね、いざ終わってしまえばほっとねくつろぐよっていうところが出てくるので、明るいでしょカードが。だから最初ここら辺はね結構お相手ね集中してるというか、全力疾走してるかもしれなくて、やっとねゴールしてほっとねくつろいでるような時かも。ここすっごくね賢明かもしれませんね。はい、ではこれでもね次回なのでね、次回のお相手はどんな状態ですかとか、どんな様子ですかって感じでここ出てきたの。ただここね悩みの種としては、自分ちょっと責めちゃうところがお相手の中にあるみたいですね。また変わらないものを求めているんだけど、あなたの願いを叶えてあげるために自分は役不足じゃないかどうかっていうところをね、自分は足りてるだろうかっていうところを気にされているみたいなので、
うまく補ってあげるといいのではないかと出てきていました。ではここアドバイスカードです。まずラッキーカラーはライラック、信頼を深めるというカードです。そして鳥のカードと、これはね後でお伝えしますね。チャリオット、バラのカード、そしてここですね、ここソード9、カップ5、そして節制のカードと入ってきているので、ここをねあなたへのアドバイスとしても入ってくるんですね。いろいろと考えたり深く考えすぎる必要はありませんよって、深く悩まないでください。夜の営み、ベッドでの上の行い、つながりとかってことに対してなんかね、過去に お互いの何かあったっていう方は、そこに対してはあまり考えなくていいから先を見ていきましょうとかね、あまり過去にとらわれなくていいよってことが言われています。そしてそのお相手とまだ関係性結んでいなくてこれからなんですっていう方でも、例えばお互いそれぞれ何か抱えてるものがあるかもしれませんねっていうのは出てきてるんです。そしてあなたに対するアドバイスなので、自分の自信のないところだったりとか、あまりそこまで深く考える必要はないよっていう風に出てくる。そしてお相手もね同じようなことを考えてるので、お互いがなんかね負い目というか、自分自信ないなっていうところとかを感じてるんですよ。だからそれをそんなことないのになってあなただったら思うと思うのね。お相手に対して、いや私この人のこと好きだからなんか全然大丈夫、受け止められるよってあなたは多分言うと思うの。それと同じようにお相手もあなたが自分自信ないなって思っているところを、いやそこ素敵だよ、なんでそういうこと考えるの、そんなこと考えることないぐらい魅力的だよってことをお互いねさらけ出すと、いやそんなことなかったんだ、受け入れてもらえたんだっていう風になれるから、そこをね見せていくといいよっていう風に出てきてるんですね。はい、がっかりすることないよっていう風に出てくるんです。自分を責めちゃうところがあるんじゃないかなっていうのがあるんですよ。実はお互いの気持ち見せていけば全然そんなことなくて、釣り合いが取れているしバランスもいいんだよっていうのが出てきてるんですね。それはどこのバランスが今崩れていて、何を変わらないものを向こうが求めている、あなたが求めているのかっていうのはいろいろあるかもしれない。お互いの時間が合わないとか、休みが合わない、なかなか会えないとか、でいろいろ今あなたが考えてることあるかもしれないんだけど、でもちゃんと話をしたりとか見せ合っていけばちゃんとつながっていけるから、そこで初めてバランスが取れていくことも出てくるだろうっていうのがね出てるんですね。本音を見せ合っていくとか、あと素肌素顔、そういうところを見せていくと今までの悩み打ち消していけるからねっていうのが出てきているんですね。はい、バラのように美しく咲き誇ってくださいって、あなたの魅力ってここのバラに込められているんです。これですね、お相手が手にしてくれています。これお相手が捧げたいと思っているものでもあるし、あなたが受け取ってほしいと思っていること、あなたが自信なくてどうしようと思っていること、そんなことないよってお相手が伝えてくれる、このあなたの魅力の詰まったバラ、これをもう自分の魅力なんだってことを早く感じてねってことも教えてきてくれています。ラッキーカラーはこういうライラック色なので、薄い紫、淡いパープル色、これをあなたの内なる衣の色として取り入れてみてください。素敵な色ですね。パステルカラーの紫かな、これをその衣の色に取り入れていくといいでしょう。なかなか取り入れづらいよっていう方はお洋服とか小物のワンポイントとして取り入れていくのもいいですね。花柄っていうのもいいです。バラやライラック、お花柄ですね。ラッキーフードっていうのは、水、飲み物、お酒のあたりがいいんじゃないかと思います。あまりね深くいろんなことを考えたりとかせずに、これねどっちもなんですよ。お酒ラッキーアイテムなんですけど、お酒の力を借りて、助かるなって思うようなこともあれば、お酒に溺れてしまってってやけになっちゃう時もあるので、一人でお酒飲まないでねっていう風なメッセージは入ってきています。楽しくお相手とこういう風にね乾杯して明るく飲んでいきましょう。そこでもしかしたら今まで言えなかったことっていうのを打ち明けることができる、こういう良いきっかけがつかめるんじゃないかなってお互いねあります。一人で飲んじゃうとどんどんねこういう風に暗くなっちゃうの。
そしてもう自分なんてダメなんだみたいな感じになっちゃうので、そうなっちゃったら全然楽しくないから、だからどっちかっていうとこういう明るいね、みんなでお祝いするような気持ちでお酒の力をうまく取り入れていくといいんじゃないかなっていう風に出てきていました。すごく魅力的な人だからね、あなたっていうのは。だから自分に自信持ってねっていう風に出てきているんですね。そしてこちらのカードですね、あなたの心の中にやっぱり不安に思っている気持ちだったりとか、これは遠くから見つめている、警戒しているカードだったりとかもするんです。あとはね、あなたのことを見ている人かもしれません。それはでもね、自分自身の心の影の部分かもしれない。そこにあなたが今負けそうになったり不安になっていたりとかするかもしれないから、そこを打ち勝っていくんだよ、自分に自信持ってねってことを強くここで言ってるんですね。このバラのカードもそうです。強く咲き誇っていましょうって、凛としておいてくださいって言ってるんですね。チャリオットのカードも出てきています。今あなたが進みたいと思う方に進んでいこうとか、進みたいタイミングで進んでいこうっていう風に動きのあるカードが出てきました。自分に打ち勝つのは今です。そしてお相手との関係性を進んでいくのも、もしかしたらあなたがね主導権を取っていくのかもしれない。あなたが動くことによって変わることとか、打ち勝っていくこととかっていうのも出てくるでしょうっていう風にね入ってきていますね。何事もここ程よくバランス取ってねっていうのが出てきているので、お酒もほどほどにというのと一緒で、2人の関係性とかバランスっていうのも程よい流れ、ちょうど良い流れになっていくから、今ネガティブな方にもし運んでいるのであれば、それがバランス取り戻していくタイミングでもあるから動いてみてって、自分に自信持って咲き誇ってっていう風に言われてるしね。もしそれがいい風に今働いているのであれば、それもまたそのままでいいよっていう風にも言ってるでしょうし、コミュニケーションのカードも入っています。お相手とあなたの今関係性っていうのがバランス取れていくとき、そのためにもコミュニケーション働きかけていくといいんじゃないかなって出てきています。あなたが動いていくといいんじゃない、働きかけていくといいんじゃないっていう風に出てきています。まずね、このカードがすごく強いの。あなたは今魅力が開花される、内なる魅力がお相手の手によって花開いていくんだよってことを教えてきてくれてるんです。本当に魅力があるってこと気づいてっていう風に言われてるんですよね。そしてお互いの痛みをカバーし合える。もし仮にお相手が何人か抱えていたりとかして、このちぎりのことに関してですよ、自分こういうところできないんじゃないかなとか、満足させてあげられないんじゃないかなって、もしお相手がポロッとお酒の場で口に出した瞬間、あなただったらどうします？もうそうよねって、あなたってそういう人だからもうさよならとかってならないと思うんですよ。そこを受け入れていくだけのあなたの器の広さだったりとか、包み込んでいく温かさっていうのを持ってると思うので、ここね順序よく流れていきますよ。だから段階踏んでいくと物事がスムーズに流れていきます。そして信頼関係を深めていくっていうワードが入っていますから、お相手を信じる気持ち、そしたらお相手もあなたを信じてくれる、もっとより絆が深まっていく、今以上にね信じ合えるような深い仲になっていけるので、その信じる、もちろん自分自身もそうですよ。自分を信じるってことから始めていかないと、自分以外の誰も信じることができなくなっちゃうから、自分が強く美しく咲き誇っているんだってことに自信を持って、そしてお相手との関係性を育んでみてくださいねっていうアドバイスが入っていました。ラッキーナンバーは42番です。なのでそうですね、42日後とか、4か2の数字のつく日っていうのがこのちぎりのタイミングいいんじゃないかなっていう風に出てきていました。こちらもお受け取りください。そしてラッキーアイテムっていうのは鳥のモチーフ。ちょっとね今モチーフっていうかアイコン変わっちゃったんですけど、元ツイッターだったりとか、X ですねもういいでしょう。そしてあとはお酒っていうのもラッキーフードで入ってきます。でもお酒に関してはね程よくバランスよくっていうのが入ってくるので、楽しく飲んでいきましょう、お酒を取り入れていきましょう。あと時計もいいですね。
ベッドとかじゃなくて時計です。時間かな。時間っていうのも取り入れてみてください。鳥柄の、アクセサリーとか小物っていうのもいいでしょう。このあたりも参考にしてください。今回はお相手があなたに感じる性的魅力、そして次はいつですかっていうのをテーマに見ていきました。そしてこちらお受け取りください。お選びいただいたカードからメッセージをもらっていきます。これは自分自身深く知っていこうっていうカードです。はい、自分の、心地いいと思えるポイントだったり、自分が気持ちいいなと思える場所とか時間とかね、シチュエーションとかっていうのを自分の心、体に潜って深く知っていってみてください。あなたのポイントどこにありますかっていうことですね。それを知っていく、そしてお相手の心にも潜っていって、そして傷を癒してあげることだったりとか、もうお互いそうですよね。自分の気持ち深く潜っていって気持ちいいと思えるポイントを探り合っていくことだったり、埋めていけること、満足してあげられること、満たしてあげられることっていうのを行っていくと、2人の関係性がぐっと縮まっていくんじゃないかなっていう、この体の結びつきを通してね、2人のその自信ないところだったりとか、ね、ちゃんとやっていきたいな、うまくやっていきたいなって思っているところがうまくやっていけるんじゃないかっていうところが出てきていました。自分の体のラインを見ることもいいでしょう、ね、体のパーツを見ていくことっていうのもいいでしょう。自分自身を知る、自分の心の中、内なる声、内なる体の部分っていうのを知っていくっていうと、花開いていくでしょうっていうメッセージが入っていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、コメントや高評価、そしてチャンネル登録、また SNS での共有などすごく嬉しいので、ぜひよかったらよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人があなたに感じる性的魅力、そして次はいつですかというのをテーマに見ていきます。次というのは、お相手が次にあなたとのことを妄想する時でもいいですし、リアルに発展する時どんな展開になるのかでもいいです。そのあたりはお任せいたします。あなたの願う方に、思う方に読んでいただけたらなと思います。そして今回は性的魅力ということで、ちょっと大人のアダルティーな内容になっていきます。そういうのは少し苦手だなとか、あと今回はエンターテインメント要素が強く出てきます。それもちょっと苦手だなとかっていう方は、今この時点で画面を閉じていただいても構いません。今回は楽しく明るく見ていきたいっていうお気持ちの方向けのリーディングとなりますので、続き気になる方はこのまま引き続きご覧になってください。で、今回はタロットカードやオラクルカードすべて展開してあります。こちらがお相手があなたに感じる性的魅力、そして次はっていうことで、起承転結で物語としてタロットカードを出しています。あとはここはあなたへのアドバイスやラッキーアイテムやラッキーカラーなどを出しています。で、早速見ていきましょう。まずはお相手が感じるあなたの性的魅力です。まずコーラルの色です。これね、シンクロシニティとか人生の流れを呼び込むっていうワードも入っています。まずあなたが温かくて、温かいというのはね、こう明るく温かい、明るい意味の温かいっていうイメージが入ってきます。ポカポカお日様のような柔らかいイメージも入ってきますし、一緒にいると和めるとかねっていうところも入ってきます。そういうエネルギーを持ってるんじゃないかなとも思います。あとは希少価値のある人っていう風にお相手の中で映ってる。つまり高嶺の花的存在だったりとか、あなたっていうのがもうたった一人しかいないとか、そりゃそうなんですよ。そりゃそうなんですけど、人間誰でもね、その人しかいないんだけど、もう代わりが効かないぐらい、もうあなたってもう今逃してしまったらもう二度と再会できないんじゃないかなとかってぐらい思えるぐらいの強い思いとかご縁っていうのを感じてるんだっていうのが出てきています。このオラクルカードとかも見ててそうなんですけど、お相手とは違う個性を持っているとか、考え方が違う、捉え方が違う、だからこその魅力や面白さとか興味深さっていうところが出てきているんだよっていうのもあります。
違うからこそつながりたいとか分かっていきたい、知っていきたいっていうねところが出てきているし、このお相手ね、かなりなんて言うんだろうな、自分をすごく大切に持っている、自分っていうのを大切にしてらっしゃるし、自分を強く打ち出していきたい気持ちだったり個性っていうのがあるんですよ。でかなり強いんですよね。個性が強いお相手に対してそれを受け止めてくれるのはあなたしかいないっていうね、すごく余裕のあるところに性的魅力を感じてる。一部の方ではあなたの方が精神的に落ち着いているとか、年上的な、落ち着きさを見せているお姉さん的な存在ですかもしれないですよね。そういうところにすごく色気を感じてる。本当に絵に描いたような落ち着いていて色気のあるお姉さんだけど気持ちがすごく温かいっていうところが入ってくる。温かく包み込んでくれるっていうところもあるんだよっていう、それがどっちも素敵っていう風にお相手の中で見えています。そしてお相手とタイプが違うんじゃないかなっていうのがあるんですね。例えばお相手がはっきりと物を言う人でストレートなタイプだとしたら、あなたはまったりしていてゆっくりテンポで優しくてって、だけどそれがちょうど噛み合って相性がいいとかね、お相手を止めてくれるのはあなたとか、そのお相手の暴走した時にストップかけてくれる役だったりとか、うまいところにあなたがいるよっていうのが入ってくるんですね。そうなんですよ。ちょっと待ってみたいなねことも言えちゃうのはあなただけなのかもしれないっていう風に入っていました。パーツ的にあなたの表情っていうところお相手よく見ています。あとはその横顔、横の立ち姿とか後ろ姿っていう、もう全身もそうかもしれませんね。でも表情ってところをよくよく見ています。外見的にも好みなんじゃないかな。外見とか内面とかっていうことじゃないんだよってことを言ってる気がするんですよね。何か深いつながりを感じるとか、惹かれちゃうってところがある、追いかけたくなっちゃうっていうのが出てくるんです。でまたその余裕を持っているところがすごく好きっていう感じで入ってくるんですよね。そして一緒に楽しみたいとかデート重ねていきたいとか、すごくねここねワクワクしています。お相手はあなたと一緒にいると自分の中に光が入ってくるというかね、また不思議な感覚なんですよ。あなたが光を出しているわけじゃないんですけど、なんて言ったらいいんだろう、あなたっていう存在そのものが、エネルギーがもうすでに光の存在みたいな感じでお相手が感じてるから、これっていう理由があるわけじゃないんだけど、例えば落ち込んでるところを励ましてもらったとか元気づけてもらったとかじゃないんだけど、なんかすごく惹かれるっていう感じで入ってくるんです、お相手の中で。そしてその自分のドキドキとか高揚感っていうのを全てあなたにぶつけて受け止めてほしいっていう感じでね入ってるんですね。それぐらい個性の強いお相手で、多分このお相手好き嫌いが激しかったりとか、人のね、人付き合いの好き嫌いが激しかったり、自分こういう風に考えてるんでみたいな感じで周りにも自分にも厳しかったりするかもしれないし、そうですね、はっきり物言う人かもしれないし、なんかこの人っていう感じがすごくするんですね。だからこの人に合わせてあげられるとか、この人を飼いならせていけるのはあなたしかいないんじゃないっていうぐらい心の拾い方っていうのが入ってきます。この方とあなたが一緒にデートしたりとかお食事したりとか、そういう時間を重ねていくとあなたの素顔っていうのが見えてきて、もっと知りたいなって思ったりとか、まだまだ包まれているところがあるんじゃないか、掘り起こしていきたいなっていう風にどんどん知っていきたいなって気持ちになるみたいです。ということであなたの魅力まだまだ知っていきたいっていうところが出てきています。で性的魅力としては、だからその自然とあなたに触れたくなっちゃうとか、だからその理由もなく訳も分からずだってちょっとそれ変だよね。例えばその心のどこかでいいなって思えたりとか、ポカポカする気持ち、湧き上がってくる気持ちに対して恋しているっていう自覚するまで時間かかるのかもしれない、この人とあなたの相性っていうのが。だけどそれって言葉で表現しなくてもつながっていけるような
相性だったりご縁だったりっていうのがあるから、自然とも気がついたら触れているとか、目で追いかけているとか、そういうところが出てきています。だからこのパーツとかじゃないんだよねって、あなたの存在そのものがもうなんかこう色気を放っている、この人にとってはね色気を放っているよっていうのが出てきているんですよ。はい、ということで、あなたの性的魅力っていうところを出していきました。では次ですね。次どんなシチュエーションになりますかっていうことで、もうすでにお相手と経験済みの方も、これからだよっていう方も、妄想でも起承転結で物語を出していっています。まず始まりです。どんなシチュエーションになっていくのか、ソードの2番とワンドのエース、今まで抑え込んでいた気持ち、欲望とか、なんて言うんでしょうね、この性的欲求っていうのがある日突然爆発しちゃう。ある日突然というか、あなたと一緒に近づいていると二人きりになったりとかすると、もう爆発しちゃうんだっていうのが出てきていますね。ワンドのエースがもう出てきているので、でっかい定規のようなものちょっとこのワンドのエース、ワンドさ、ちょっとこのタロットカード木の棒じゃないからなんとも言えない、なんだろうね、これ60センチ定規みたいな、めちゃくちゃ光り輝いてるでしょ。このまっすぐと立っている、なんだろうね、定規みたいなものから光がすごい出てるから、もうここなんだよね。ここっていうのがものすごく立ってるよっていうのがあって、立ち上がってるよっていうのがあって、もうこれはもう止められないんだっていうのが出てきてるんですよ。そしてこの人、なんかね、ちょっと変わった格好をしてますよね。服着てるんだか着てないんだか、一部はだけてるみたいな感じなので、もうお前の心の中はこういう感じなんですよ。どちらかというと下側の部分がはだけているので、もうそういう風なシチュエーションっていうのをもう出していくんでしょうね。それは多分これあなたで、こっちがお相手っていう感じがするので、あなたの剥ぎ取っていくんでしょうねそう、剥ぎ取っていくと思います。この人目立ちたがり屋の剥ぎ取り屋さんですね。なのでもうスイッチが入ったら、もうあなたを剥ぎ取りに行くと思います。落ち着いて、ということで、ここからまずシチュエーション、始まるシチュエーションとしては、もう立ち上がっているし、もう剥ぎ取るしみたいな感じで、もう勢いがありますよね。今までだって我慢していたんだもん。それが爆発するんだから、ものすごい勢いで、もうダム決壊みたいな感じでバッてくるので、これ相当ね覚悟しといた方がいいですよ。でこれ次、起承転結の物語の序盤ですね。どんな感じの序盤ですかっていうと、スターのカードと、でもソードの4番、ちょっと待ってっていうね感じのカードなので、どうかなっていう感じで、ここねものすごく勢いがあったわけですよ。でこれがさらに輝いているんですね。スターだからものすごい光なんですよ。言ってしまえば水星だったりとか、ビカビカ輝いている感じで、わすっごい輝いてるみたいな感じなんですよ。これをあなたが握りしめていたりとかするんですね。もう私手にしたわこの輝きみたいな感じで、すっごいみたいな感じで出てきてるんですよ。でも一方でちょっと待ってみたいなカードが出てるので、ここどうしようかな、序盤どうかなってところでカードをね足していこうと思います。なんか掴み取ったんだけど、一回中断されるようなことが起きるかもしれないですね、次回。もしくは妄想の中で、何かねこう一回ちょっとね止まるようなシチュエーションがあるのかな、どうなのかなっていうのをもらっていきましょう。序盤どんなことが起きるのか。山、大きくそびえ立つマウンテンっていうのが入ってきる。なんかね急展開で物事が変わるとか、なんかねさあいざっていう時にいきなりこう目の前になんかがね立ちはだかるとか、例えばね、これがお家の中だとしましょう。そしたらこう他の家族だったり兄弟だったりとかがいきなりコンコンってきたりとか、例えば電話が鳴るとかね、仕事の電話が鳴って一回中断されちゃうとかっていう場合もあるし、でもなんかねそびえ立つマウンテン、ビッグマウンテンがちょっと気になるので、なんでし
しょうね。でも塔だ。やっぱりなんかね、そびえ立つものってことは変わらないんだね。これちょっとね、どうかな。大きすぎて困っちゃうのかな。ね、大きくそびえ立つ、高くそびえ立っていて、絶対崩れないよ、絶対ね、山は決壊しないよってことを強くここで言ってきてるから、そうだな。そうだね、これから先進んでいくんだったら、このそびえ立つ者たちよ、これを乗り越えていかねばいかぬっていう風に出てきてるんですね。はぎ取り屋さん大変。そしてこれそうだな、もしかしたらあなたの想像以上の、大きな壁だったりね、そびえ立つものかもしれないので、掴み取ったはいいものの、さてどうしようみたいな、いざさ、これね、ピークを迎える時なんですけど、ここにたどり着くまでに一回どうしようっていう風に、ね、思うかもしれないね。ちょっとこれね、心の準備必要ですよ。では次、ピークを迎える時は、コインのナイトとワンドの6番が出ています。このワンドの6番って、ワンドってね、これですよ、定規ですよ。で、ワンドの6番ってね、これよく見てください。喜んでる、握りながら喜んでるのだから、これまずワンドの6番っていうのはこう勝利を表すカードなんですよね。取ったどーみたいなカードなんですよ。だからそれですね。それです。次のステージへ進展するカードでもあるし、よく頑張りましたっていう風にね、褒めたい、もう自信持ちましょうっていうカードでもある、嬉しいカードでもあるので、ピークに達する瞬間はまさしくこれなんでしょうね。あなたも喜んで握って離さないし、もうやりました、もう達成しました、掴み取りましたっていうね、勝利した、取ったどうっていうのがピークです。でプラスここにコインのナイトが入ってて、これペンタクルのナイトっていうのは前に進むカードなんだけど、着実にタフに長期戦で進んでいくっていうカードなので、この 3番をお選びいただいたお相手、かなり、タフだし、スタミナもあるし、長期戦ってことは時間かけますよ。でそして進んでいきますよ。そして大切なものを届けに行きますよっていう感じだし、その時間をかけた後に勝利が待っているみたいなね、喜んでるんですよ。あなたはすごく喜んでるの。やったどーって、取ったどーって言ってるんですよね。だから結果的にはすごくいいんだけど、この人すごく強い人、手強いですよ。だからここは覚悟した方がいいかもしれないですね。力強い、ものすごいもの持ってるってことを言ってるので。ではここね、ピークの後の終わりというかね、そのどんな感じでね終わっていくのかなっていうのを見ていくと、カップのナイトにワンドのキングが入っています。まずカップのナイトっていうのはロマンチックなカードですよね。とてもいい、なんかこうやっと静かになりましたみたいななんだろう、ごめんね3番のお相手さん。やっとねここでロマンチックな愛の言葉をかけてくれるとか、ここで素敵な、ロマンチックなカードですよ。素敵なカードだから、嬉しい言葉をかけてくれるとか、好きだよとかね、愛してるよとか言ってくれるんでしょうけど、でもねここに隠れてるのがワンドのキングさんなんですよ。定規の王様なわけで、ものすごい大きな定規を僕王様ですよみたいな感じで大きく振りかざして、ここね一点にドスってやった後に、まさしくこれですよ、ドスッとやった後に、でもこのワンドのキングっていうのはまたさらに上昇していきたい、もっともっとね大胆で情熱的に先へ行きたい、高みを目指していきたいっていう意味もあるの。なのでこのお相手の主導権を持ってまた次へ、もっと終わりを知らない、果てを知らないっていうところなので、だから手強いなって、ある意味ね手強いなとも思うし、でもロマンチストだよね、このカードが入ってるから。ロマンチックなことも期待しつつ、タフな人がいいなって、好みだわって思ってる人はめちゃくちゃいいかもしれないですね。60センチ定規なので、ここは覚悟した方がいいかもしれないですね。いろんな意味で捉えてください。はい、ということでここすごいよっていうこと、あとは皇帝へ向けてのメッセージもらっていこうと思います。ち
とね剥ぎ取りっていう言葉がねちょっと微妙に個人的につぼっちゃってごめんなさいっていう、3番のお相手様本当にごめんなさいっていう感じなんですけど、笑っちゃってね。でもロマンチックな王様なのでね、限界を知らないっていう、まだまだ強くなれるぞっていう風に言われてるので、わあすごいねっていう感じがします、客観的に今見ていて。はい、ではあなたへ向けての好転アドバイスです。自分自身を知る、それはどんな道になっていきますか。あなたたちのゴール、あなたの果てっていうのはもう見えてはいるんですけど、どんな道をたどっていきますかとかね、そういうことも言っていますね。はい、いろいろと出していきましょう。あなたは進んでいく、自分の道を進んでいくとか、どんな道を選んでいくとか、自分の信じる道を選んでいきましょう。その道っていうのは今これねちぎりに当てはめているので、お相手と結びついていくためのあなたのゴールだったりやり方だったりとか、もうお相手が攻めてくるなら受けて立ちましょうっていうことかもしれないし、あなたが行きますってことかもしれないし、どんなことをあなたは信じていきますか、どんな道を信じますかっていうこともここで尋ねているし、でもそれって結局どこにつながっていくのって言ったらカップの9なので、あなたの心を満たしてくれる、満足していくものになっていく。だからそれを信じてくださいねってことも言ってる。結果的にあなたはこのお相手と結びついていくことですっごく満足するんだって、精神的にも満たされるし、体的にも満足、もう十分っていう風になるので、どんな過程であれ、どんなやり方であれ、ゴールにたどり着いていく、そのお相手を信じるってこともそうだし、家庭を信じるってこともってこともそうだし、うまく言えなくなってきたけど、このピンクロードを歩んでいく、これはあなたにとってのロマンスでもあるので、このねお相手との愛を分かち合ってくださいってことも出てきていると思います。でネズミのカードが出てるんですね、ここね。でね、ここですよ。あなたが取ったどうっていうところまで一回立ち止まる時っていう時に、ちょっとねあなたの中で不安に思っちゃったりとか、ビッグマウンテンを目の前にしてどうしようかなというかね、どうするも何するももうねこうなった以上はもう行くしかないんですけど、そこに対してねちょっとずつ攻めていこうかなとかね、いろんなことがあるので、そこに対しての不安とかをかき消していくように、覚悟しといてねってことですよね。大きなことがあるので覚悟しといてよっていうことと、あとデビルのカード、これは喜びとか楽しみとかを分かち合っていくっていうカードなんですけど、デビルのカードはこの自分の、欲望っていうのを表していますね。ただしこの欲望、これね、このあなたはその魅力的な方、その性的魅力がものすごくあるカード、これね悪魔のカードね、性的魅力があるっていう風に出てるカードだから、この性的魅力、あなたの魅力をもっと生かしていけばいいんじゃないかなっていう風に出てくる。ただ不安要素はあなたの中にはないんですね。ネズミちゃんのところ少し深掘りしますか。例えばあなたが何か不安に思うようなことがあったとしても、それを解消していけるぐらい、満たされるぐらいのことが結果的に訪れるから、すぐにその不安もなくなるよっていう風には出てきてるんですね。あなたが不安に思ってることなんだろうっていう風に見ていくと、ソードの5番ですね。そうか、これですね。ここですね。こういます。お相手がいて、例えばこれがあなただとしたら、ここにもう一人人がいる、これを気にしていたりとか、自分だけじゃないんじゃないかなってあなたが不安に思っていたり、またはあなたがスマホを手にしてますよね。スマホから出てくる情報で、
お相手の投稿とかを見ていて、もしかしてあの子と仲いいのかなとか、他に好きな人いるのかなっていうところで、あなたが疑心暗鬼になっちゃったり、それがストレスだっていう風に出てきてるんですね。でもそのストレスを解消させていくためには、カップのキングが入っています。広い心でいてください。あまり疑心暗鬼にならなくてもいいよって、お相手の愛っていうのをちゃんとお相手ね、ここね、行為の後にちゃんと言ってくれる、言動としてここ表してくれるから、そこで愛を感じてくださいっていうのが出てきています。広い心で受け止めたり、あなたが働きかけていってもいいでしょう。不安をかき消すようなことがこの愛情っていうところで包み込まれていきますから、だから疑心暗鬼にならなくてもいいよって、変に探り入れたりとかしなくても大丈夫よっていうのが出てきています。そしてあなたの性的魅力っていうところだけじゃないからね。あなたの魅力っていうのは一番最初にお伝えした通り、どこかしら惹かれちゃうものがあるとかね、理屈で説明できない何かが2人の惹かれ合うご縁としてあるよってことが出てきているから、でそれを自信持って進めてみてください。覚悟しなきゃいけないのはここじゃない？ビッグマウンテンのあたりじゃないかなって思うんだよね。そしてここのあたりですね、最後に、アプリコット、あんず色と喜びを分かち合うっていうカードが出てるので、もう2人がもう結ばれた時っていうのは、もうただひたすら楽しもう、喜びと笑いで満たそうよっていうところが出てくる。本当に満たすっていうカードが出てるので、なんかこう暗かったこととか、こうなんだろうな、ネガティブなこととかっていうのはもう終わりよっていう感じで、もうここでね、蓋してしまいましょうって出てきています。ただつながれて嬉しい、気持ちよかったね、これが一番じゃないっていうところに行くんですね。愛情で満たされる、嬉しいことをかけてもらってよかったっていう風に思える、これが一番大事だよっていう風に出てきています。そしてラッキーナンバーは20番です。20日とかね、20日後とか20時とか、この20っていうのが番号として入っているので、この番号もお受け取りください。そしてあなたの内なる衣の色はアプリコット色です。このちょっとね、一番最初のコーラルの色とも少し似てるんですけど、オレンジっぽい色、この色がラッキーカラーなので、内なる衣の色として身につけてもいいですし、あとはそのお洋服とかネイルとか小物とかでこのあんず色を取り入れていってもいいです。はい、あなたが抱えている重くて厄介なネガティブなエネルギーを軽くして、あなたに活力と喜び、そして情熱っていうのを与えてくれる色です。ぜひ取り入れていきましょう。楽しんでくださいねっていう風に言われてます。このちぎりをね、楽しもうって、もう輪になって踊ろうっていうぐらい楽しんでくださいっていう風に言われていますね。はい、そしてこのお選びいただいたカード、これは口づけを楽しむ、これもね、楽しむっていうワードが入っています。お相手と触れ合うことを楽しんでくださいねって、ただひたすらに楽しさを感じているんだ、これで満たされるんだよってことを、今はこれをね、実感してくださいねっていう風に出てきていました。2人が触れ合う時間ですね。もうキスする手前、キスする最中、その後輪になって踊るぐらい楽しんでくださいっていう風に言われていました。今回はお相手があなたに感じる性的魅力、そして次はいつですかっていうね、ことも数字とか出していきましたので、これも参考にしてください。ラッキーモチーフね、出していきましょう。カラーは出していきましたよね。モチーフとしてこれね、こうネズミさんが入っています。ネズミモチーフがいいと思います。某キャラクターね、某ドリームランドのキャラクターものだったりとかもいいんじゃないかなと思います。それ系のそのTDL 系のグッズをつける、ネズミさんに関わらずね、それ関連のグッズを身につけるだったりとか、あとお酒ですね、ワインとかもいいと思います。はい、そしてスーツ着てお仕事しているよって方はスーツとかドレスコードっていうのもいいでしょう。このあたりも取り入れてみてください。はい、ではあと映画かな、映画です。そして楽しい映画だけじゃなくて、感動系とか歴史ものとかいろんなジャンル取り入れてっていう風に出てるんです。白、青、赤って出てるので、いろんな
系統のものを見ることだったりとか、あと雑学系の本を読むとか情報を仕入れるってこともいいと思います。ラッキーアイテムですね。はい、ではこのあたりを参考にしてください。楽しんでください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録、または SNS でのシェアしていただけるとすごく嬉しいです。ぜひこちらもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手があなたに感じる性的魅力と、次はいつですかというのをテーマに見ていきます。次というのは妄想でもリアルでも OK です。はい、お相手の中で次どんな妄想をするのかとか、あと今はもうすでに交わっていますよって方は、次どんな展開があるのかなっていうのを見ていきましょう。そしてここで今この性的魅力について深掘りしていくのと、内容的にアダルティーな内容になっていくので、遠慮したいなっていう方は今ここで画面を閉じていただいて構いません。エンターテインメント要素も強く働いていくと思いますので、楽しく見ていきたいなっていう方向けの動画です。で、今ここで先を見たいなっていう方のみご覧になってください。はい、では今回は4択占いです。そしてもうすでにここにカード出してあります。こちらがお相手が感じるあなたの性的魅力。あとは次どんな感じですかっていうことで、起承転結で物語をタロットカードで出しています。最後にこちらが皇帝へ向けてのメッセージやラッキーカラーやラッキーアイテムを出しています。ということで、まずはお相手が感じるあなたの性的魅力っていうところをもらっていきます。はい、カラーとしてはルビー、体を若返らせる。はい、そして、支配者よりでいろいろと、カードを見ていくと、これもねすごく素敵なカードなんですよね。咲き誇るバラとかね、その幸せをかみしめてくださいっていう魅力的なカードが入ってるので、ものすごくあなたのことを魅力的っていう風に思っているんですね。ただそのお相手とまだその関係性を結んでいないっていう方もいるかもしれません。これからだよっていうのも入ってきますし、どこかまだ境界線というか線引きっていうのを感じるので、それはその立場的問題だったりとか、どこか線引きがある、そうだな、職業柄そうなのかもしれないし、まだ友達という枠から飛び抜けていないよっていう方もいるかもしれません。でもお相手の中であなたってアイドルみたいに映ってるんですよね。とても若々しくて、年齢がどうこうとかではなくて、あなたからにじみ出てくるエネルギッシュさ、活力っていうのを感じてるんです。一緒にいて楽しいし、明るくなれるっていうのもあるし、このアイドル的要素、純白さとかっていうのも感じるので、この清らかなあなたを支配したいっていうお相手の欲望が見えています。白くうっすらのピンクのね、このバラを自分色にもっと染めていきたいとかね、そういうロマンチックなことも考えてるんですね。そしてこのお相手はあなたとお揃いコーデだったりとか、アイコンお揃いにするとかね、なんかペアリングつけるとか、そういうことにこだわりを持ってるかもしれません。ゆっくりと育んでいきたいってところもそうだし、あなたそうなんですよ、真っ白なお花のねあなたを本当にアイドルみたいに思っていて、自分がいつかそれを迎えに行くんだって、あなたを迎えに行くんだっていうね、ロマンチックなことを考えてるんです。この境界線を乗り越えて、自分が障害を乗り越えてね、あなたをいずれ迎えに行くんだっていうことを感じています。性的魅力として言えば、可愛らしいところっていうのが入ってくるんです。自分の色に染めていきたいってことを感じているので、まずそこが一番入ってくるかなと思います。はい、でもすごくバラ、このカードが入ってるのでね、あなたに魅力が秘められているってことを知ってるのは僕だけでいいよねっていうぐらいの勢いで思ってるんじゃないかなと思います。はい、ただアイドル的魅力を感じてるってことは、他にもあなたのファンがいるっていう風に思っているかもしれませんね、このお相手は。はい、そのように出てきました。
カップのナイトさんだからロマンチックな感じなんですよね、このお相手自身が。またはそのような展開を望んでいたりとか、お迎えに来てほしいとか、迎えに行きたいよってことも言われてるかもしれません。こういう感じですね。でもとっても素敵、王子様とアイドルみたいな感じが出てきています。お姫様と男性アイドルかもしれないけどね。これがあなたの性的魅力ってところで入っています。本当にね、これね、ユリのカードっていうのはセクシャリティとかも表しているカードだから、この性的魅力としてあなたを感じてるし、もう純白なあなたと、それを自分の色に染めていきたいっていう性的目線でも見ているんですよ。どっちもあるんですね。はい、ということで、このお相手と次いつですかっていうのをテーマにしているので、起承転結で物語を作っています。まず物語の始まり、シチュエーションっていうところでもらっていきましょう。太陽のカードと女帝のカード、いやー、なんか最初からすごく明るくて豊かなカードが入ってきましたね。これはこのシチュエーションももらっていこうかなと思います。太陽が出てるから夜じゃないかもしれないですね。別に夜だけが全てじゃないんだけど、いやもう白昼行きますよみたいな感じで出てくるのかな。ただしどちらもすごく大きくて豊かな素晴らしいカード。やる気に満ち溢れている、やる気に満ち溢れていますねっていうね、堂々としたお相手のカードが入ってきました。いやー、すごいですね。なんか高級な場所とかに連れて行ってもらえたりとか、ドレスアップしたりとかね、するような場所っていうのもシチュエーションとして入ってきます。普段行かないような海外のテイストを取り入れたお店だったり雑貨、飲食店だったりとかっていう可能性もありますね。そうですね。あとは日中かもしれないしっていうところで、シチュエーションとしてはお相手がリードしてくれるんじゃないかなっていうところ、そしてあなたはそれを受け取っていく。ここ始まりめちゃくちゃいいですね。ということで次ですね、シチュエーションとしてはその堂々としているので、お相手の方が、もちろんあなたもそうなんですけど、なのでもうここのあたりっていうのはお互い気持ち確信し合ってるとか、もうこれから結び合っていくんだよねってことを言わずもがな分かるよねっていう感じで出ていくのかなっていうのがありますね。もう堂々としています。なのでもうこの時点で気持ち通じ合ってるとか、お互いにとって不安要素がないっていうのが出てきています。ではここですね、展開序盤どうなってるのかなっていうのを見ていきましょう。つなれ人に助教皇のカードが入っています。ここまで見ていくと大アルカナ続いています。全部ね、かなりこの大きなことを伝えてきてくれていたり、2人がこうくっつき合っていくことに対してすごく大きな意味があるよっていうのが最初から出てきているんですけど、序盤ね、こうじらされたりとかする可能性があるなっていうのが出てきています。ちょっとね、こう辛抱強く耐えるカードが入ってるので、ちょっとここね時間かかるんじゃない？序盤に時間をかけてゆっくり丁寧にやっていくんだけど、じらされている感がどっちかがねするっていう感じがします。あなたがじらされてるなって思うかもしれないし、お相手がそう思うかもしれないし、どちらかがそう思うんじゃないかな。次に早く行けばいいのにみたいなことも思う人もいるだろうし、逆にそれがねたまらないっていう風に思うかもしれないし、ここはねすごくじっくりと攻めていくような序盤になっていきます。ではこれピークを迎える時の2人の様子っていうのをもらっていきます。スターのカードと、ワンドの6番が入ってきています。ここね、この5枚目まで大アルカナですね。すごいですね。2人にとって次いつみたいな感じになる時っていうのは、ものすごい大きな節目になったりとか、あとはお相手の妄想だったとしても、すごいなんか展開のことをお相手が考えていたり、それを具現化実現化させようっていう風なぐらいの妄想をしていると思いますね。これはワンドの6番っていうのは勝利を表すカード、賞賛や勝利を表すカードだから、褒めてほしい、喜んでほしいってこともそうですよね。自分のプレーをあなたに喜んでほしいとか褒めてほしいってこともここでお相手のお気持ち出ていますし、あなたも掴んでるんですよね。勝利をつかむとか光り輝くこのねワンドっていうのは木の棒で描かれてるんですけど、このタロットカードの場合はなんかねこう白い
直角状の棒みたいになって描かれているんですけど、これ貫かれても喜んでるんですよね、この人。この絵柄で言うと、カードの意味的にも勝利の表すカードだからすごく喜ばしいことなのでね、この達成する時っていうのはお互いこの満たされた感じとかピークに達した気持ちっていうのを味わっているだろうし、ここねスターのカードも出てるから、まさにこの理想のフィニッシュに向かって2人が進んでいるんだってことを感じ取っているのかもしれません。ここね満たされているとかね、輝いているものを掴んでいるよっていうのが出てくるので、この時間かけて取り組まれていくんだろうけど、山場を迎えるあたりにはものすごく嬉しいこととか掴み取っているよっていうのが出てきています。そう、勝利を掴んだぞっていうね、何を掴んだぞっていうところも出てきています。ではここピークを迎えた後、最終的にどういう風に落ち着いていきますかっていうと、カップの2番とソードのクイーンが入っています。このソードのクイーン、笑っていますね。微笑んでいます。あなたにとってとても満足のいくような、結末というか、この終わり方、締め方っていうのもとても満足いくような流れになってるんじゃないかなと思います。だってカップの2番が入ってる。2人のおそろ、やっぱここもお揃いか。お相手なんかね、こうお揃いのものが好きなのかな。あなたも好きなのかもしれない。気持ちが揃ってることもそうだし、形として2人がこうつながってるんだってことを感じられる何かがあると、より嬉しいってところがあるんじゃないんですか。最終的に2人は同じ方向を向いて、同じカップを見て、2人で見てね、喜んでる、喜びを分かち合ってる、こういう感じのカードが出てるので、2人にとって楽しい時間だったなとか、このつながりはすごく嬉しかった、よかったなっていう風な温かいフィニッシュになっていきそうです。ソードのクイーンが入ってるので、最終的にあなたがこう締める側になるかもしれないですね。ではこのあたりでというところがあなたの一斉がかかるのかもしれません。これがね、このフィニッシュのあたりっていうところで、次ここがあなたに向けての好転メッセージです。ただね、この流れを見てるとものすごくいいので、ね、この物語としてもすごくいいですよ。構成がいい、始まりがめちゃくちゃ豊かだから、愛情をすごくかけてくれると思うんです。お相手があなたに対してものすごく甘えさせてくれるとか、もう甘い言葉をささやいてくれるとか、かつ堂々としてるので、安心して身を任せていいと思います。2人がつながっていくまでにいいですね。流れとしても最終的にもすごくつながりを感じられていいんじゃないかなって出てきています。完璧なエスコートしてくれますね。まさしく王子様っていう感じですね。でも性別問わずなので、もし見てる方が男性であればこれ逆転して考えてください。ではそのあなたにとってのラッキーカラーです。これね、内なる衣の色として出しています。レッド、痛みから自由になる。ラッキーナンバーは2です。ここもね、カップの2番っていうのが入っているので、2のつく日とか2日後、2週間後とか、いいかな。12月も2がつくので、2のつく時っていうのがナンバーとして入ってきています。この赤っていうのは生命力とかパワーを表す色でもあります。豊かさですね。そして活性化させていくカラーでもありますから、この赤をぜひ取り入れてください。そしてあなたの冷えた部分、体の冷えた部分を温めてくれて、体の痛みとかそれらを軽減させてくれる色でもあります。ぜひ今弱いところや冷えているところがあれば、赤を取り入れて体を温めて活性化させていってください。ただね、でもね、この性的魅力一番最初のところにもルビー色が入っていたので、同じ赤系ですよね。だからあなたの持ち味をそのまま活かしていけるような色でもあります。で、赤を入れてさらにパワーアップしていきましょうっていうことで、赤い下着ってあれですよね、勝負服みたいな、勝負色って言われている色ですよね。まさしくそのままいってくださいってことの、その色で勝負していきましょう。それがいいんじゃないかっていうふうに出てきていますね。あとは、ドクターのカードです。お医者さんを表すカードでもあるんですけど、これそのお医者さんが患者さんの脈を測って健康状態を測っているんですね。で、こちらの活性化とかね、体の循環とかのことも言ってるので、今その体調を崩している方とかもしいらっしゃるんだったら、その体調を見直すってことはいいんじゃないかなって思うんですけど、
いや特に風邪もひいてなくて元気ですっていう方はそのままでいいですよ。あなたのその体、もともと細胞が若い方なので、ご自身の若さ、細胞の生き生きとしたところを生かしていくといいでしょうって出てきていますね。あとその他にお医者さんのカードをアドバイスとして伝えるとするんだったら、健康状態チェックしておくこともそうですし、周りに目を配っていくこともいいかもしれません。開運につながっていくのかなとも思います。そしてあなたのカードと塔のカードが出てきています。そしてね、このオラクルカードでもその女戦士が入ってるんですね。ジャンヌ・ダルクみたいな強くて凛として美しい姿が描かれています。でここもね、ソードのクイーンが出ていましたよね。なのでこのあなたの意思だったり、あなたの受け止め方だったりとか、あなたが進めていくこととかっていうこの主導権を握るのがあなたっていう感じもしますね。あなたが何か掴み取ってるんですね。ここもあなたが手にしているものがあるんです。ここピークのところですね。ここもそうなんですけど、あなたが手にしているものを大切にしていくといいでしょう。これはこのちぎり系で見てるので、体のパーツ、あなたがもうこれね手放したくないんだっていうお相手のパーツかもしれないし、自分の信念だと思うんですよね。はい。自分はこういうふうにやっていきたいとか、これを叶えたいとかって思う道を信じていくこととかもいいですし、そしてあなたが手にしているもの、これをとっても感じてくださいっていうふうに出てきています。そうですね。それはすごく、そびえ立っているもの、高いものだったりとか、高価なものだったりとか、見上げるようなものかもしれません。でもこれはとても大事なので手放さないでくださいねっていうのが出てきています。あなたの信念、思ったことを信じて進んでください、決めていきましょうっていうのも出てきています。ちょっとね、このソードのクイーンみたいなカードも出てきているので、そうですね、このね、お相手の感じるあなたの魅力、アイドル的要素から少しねこう強くなってるようなジャンヌ・ダルクのようなイメージが入ってくるから、そうですね、あなたが一つなんかクッと決めるようなことがあるかもしれないですね。中には今回主導権を握っていくことも出てくるのかなっていうふうにも入ってきます。はい。そしてコインの6番です。与えるもの、与えてもらうもの、両方のバランスが取れているよ、愛し愛されている、このバランスが取れているよってことがここで出てきているので、あなたの働きかけによってあなたっていうのが強く出てるので、このあたりね、あなたの働きかけによってお互いの愛し愛されるっていうバランスだったり、立場的ものだったり、境界線っていうのがなくなっていく可能性がすごく高いです。はい、なるべく周りの人に気を配っていきながら、お相手とあなたとどちらも同じような度合いで愛し愛され、気持ちのやり取りを繰り返していきましょうねっていうカードと、カップのエースです。はい、ハートですね。2人が同じハートのフレームに入る日はもう間もなくなんじゃないんでしょうか。少しね、ここね連想させられますね。カップのエースは恋の始まりを表しています。なのでこれから始まっていくことが出てくるでしょう。愛を感じられるとかね、嬉しいことがあると思います。その今あなたが抱いているお気持ち、大切に育まれていくといいんじゃないかなと出てきていますね。はい、何かあった時に自分軸を曲げないようにしていきましょうっていうことも言われていました。これもね、好転メッセージとしてお受け取りください。はい、ということで、ラッキーフードとしては鉄分の多い食べ物っていうのを取り入れてください。赤身のお肉だったりお魚とかね、あと鉄分を取り入れるっていうこともいいでしょう。血の循環が良くなるもの、体が温まるものっていうのもいいと思います。その他のラッキーモチーフとしては、女性の方だったらストッキングやタイツ、できれば薄手のものがいいんじゃないかなと思います。デートの時に薄手のストッキングを履くとかっていうのもいいと思いますね。靴下でも柄物だったりとか取り入れていくといいでしょう。ボーダーの模様もいいと思います。その他に髪のお手入れとかサロンとかにも行って整えておきましょう。これもね、ラッキーアクションとして入っていますね。あとはラッキーアイテムとしては、そうだな、場所としては高い場所っていうのがあるので、2階3階4階とか10何階20何階とか、そういう高いところがいいと思います。展望がいい場所もおすすめですね。
のあたりでしょうか。はい、あと植物、観葉植物っていうのも入ってきますので、これも取り入れてみてください。今回はお相手があなたに感じる性的魅力や次いつっていうことで、2っていうのがね数字として入ってきていましたね。そしてお選びいただいたこちらのカードからは、あなたの心の中の声を呼び覚ます時がやってきていますってことが言われています。心の中に宇宙がある、コスモですよ。コスモ、小宇宙コスモがあなたの体の中にぎゅっと眠っています。それらを呼び起こして、今あなたが体からいろんな星、水星、惑星っていうのを出していってください。あなたのエネルギーっていうのを出していってくださいねっていうのが出てきています。衣の色にこだわるといいんじゃないかなっていうのも出てきていますね、やっぱり。そしてそうですね、あとはそのあなたの欲ですね、欲望、ちぎりに対する欲望をね、その性欲、性的魅力ってところを存分に打ち出していってもいいですよってことも言っています。まだ眠っている魅力だったり、これから開花していくことも出てくるので、今それを感じる時や自分でその掘り起こして打ち出していくことっていうのもいいでしょう。新しく開花していく魅力を思う存分ここで味わうことになるんじゃないかなって出てきていました。はい、今回はねこのように見ていきました。いつなので実現化するか、それともお相手の妄想の中なのかっていうところもちょっと気になるところではあるんですが、お楽しみいただけたらなと思いました。またこれからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録、または SNS の共有などもしていただけるとすごく嬉しいので、よかったらぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。